軽トラの車内が映画館いろんな機能が画面一つでスマホのように使えたりも。おお、腹が減った。天満屋 TV。こんにちは、天満屋のアナです。今回はこのまた軽トラの話なんですけども、以前紹介した僕の軽トラについてるアトトさんの A6PF パフォーマンスとかいうやつも、テザリングしたら YouTube とか見れるんですけども、よくある Amazon プライムビデオとか Netflix は確か見れない感じだったんで、携帯で見るんですけども、僕はこれ iPhone14 Pro Max っていうのを使ってて、公式発表の仕様だと 6.7 インチのディスプレイなんで、そこそこ大きいですけども、音はやっぱりこっから出てるとかこっから出てるとかスピーカーなんで、ちょっとしょぼい、ちょっとチープな感じがするので、また前回も紹介したみたいにセパレーターのスピーカーですね、中域広域とか出して後ろにサブウーファーつけて、若干いい音みたいな感じにはしてるので、僕のナビはこの iPhone Pro Max のよりも 0.3 インチでかい7インチのディスプレイなんですけども、若干でかくて、あとは音がいいっていうので、軽トラでゆっくり座ってみたいなっていうのもあって、スマホとか置くのもどこ置いたらいいか分からへんこと大変なんで、いいのないかなと思ったらいいの見つけたので、それを紹介します。それがこれです。このアトトさんのカーウェーブワイヤレス車載スマートボックスとかいうやつです。これちょっと今から開けてみたいと思います。よろしくお願いします。こんなちっちゃい箱で、幅15センチ15センチぐらいの箱で、早速開けるとこんな感じになっています。これがメインのやつですね。しっかりさ、厳重にパッケージングされてるんで、これちょっとハサミで切らんと。これが本体で、本体もいわゆる手のひらサイズでめちゃくちゃ小さいです。で、薄さもこんな感じで1センチ、一番でかいところで 1.5 センチか1センチぐらいですね。でこれが線と線、 USB のタイプ C とこっちがタイプ A のやつで、これがタイプ C とタイプ C のやつで、これが雷マークとやつで、こっちもついてる。これまた後で見てみます。これ変換ですね。変換、これは何もない。オンラインサポートの紙と、何これ、2本のデータ SIM カード100メガトライアルプランとかでSIM カードもついてましたけど、今回やめときます。これ SIM カード、ご自身の契約してる SIM カードをここですね、これちょっと見えないですけど、これを開けて挿したら、本体で通信もできるみたいです。でこれが説明書。取り付け手順は、この電気雷マークのやつはこっちをシガーソケットにつけて電源を供給してこっちへつけるみたいですね。ちょっと電力不足かなと思った時はシガーソケットから電力を供給してこっちへつなげるみたいです。ちょっとそれは実際つなげてみてどっちがいいかやってみたいと思います。じゃあ今から取り付けてみたいと思います。はい、今軽トラの中来てます。早速前回紹介した、ちょっと見にくいですけど、僕足元につけたんですけども、この USB の線、これですね、この USB の線のところにこの付属のタイプ C とタイプ A が、これを差し込んで、本体のこれに取り付ける。ならこんな感じで青と緑がついて、ここも光りました。
おでつながったら画面もこんな感じになりました。でこれで今つながりました。この設定を押して無線 LAN、これで携帯とテザリングされました。でこのままこれでネットがつなげるので、この Netflix を押してみて、こんな感じで Netflix に入れました。Netflix を契約している方は Netflix の ID とパスワードを入れて、アマプラですね、 Amazon プライムビデオも同じようにやってください。でとりあえずこれを押してみると、おてんの串焼きが食べたいな。親父ちゃんと飯食ってんだろうか。旗迷惑にも売り飛ばされたか身代わりにされたのか知らないが、あれからもう3ヶ月。こんな感じでやっぱり普通に携帯で見るよりいい音で見れる感じですね。はい、こんな感じでいろいろ見れて、これか戻ってでいろいろこんな感じで機能が見れるので、もうほんとそのままつないで Google マップ使えたり、ホームボタンを押していろんなやつの電話、なぜか中国になってるんですけども、これで YouTube もこれでケンマヤ TV で調べると、今回はこのタコメーターを軽トラにつけてみたいと思います。こんな感じでここに書いてある YouTube も見れたりで、このちっちゃいここの丸ですね、ここの上にある丸いポッチみたいなやつ、このホームボタンを押して戻ったりとかも戻るで、家ボタンを押すとこのホームボタンに戻って、でいろいろスキップ、こんな感じでアトトさんのこのワイヤレススマート車載ボックスをつなげることで、もうここにいろんなアプリがあったりとかするので、YouTube 見れたり Amazon Music 聴けたり Spotify も聴けたりとか、いろんなアプリが GPS テスト、これが一番、これは何やろう、とりあえず今いろんな GPS 受信できてたりとか、いろんな機能が画面一つでスマホのように使えたりもできるので、すごく便利ですね。動きも全然遅くないし、反応もめっちゃいいんで、結構楽しめる。Google の検索もできたり、高山技研って調べて、もうこんな感じで高山技研でこれピッとうちのホームページ見れたりもして、僕の軽トラについてるナビは7インチでちっちゃいんですけども、今やったら9インチとか10インチでちょっとこう張り出して9インチぐらいのでっかいナビとかもあるんで、でっかいナビで映画とかこう見たいテレビとかを見て、おそらく軽トラハイゼットジャンボ乗られてる方ならいろいろカスタマイズしてサブウーファーとかもつけてると思うので、いい音で映画とか見て、もうほんと軽トラの車内が映画館的な感じになるのかなと思います。はい、ということでこんな感じで今ちょっと外しますけども、このアトトさんのカーウェーブワイヤレス車載スマートボックスを紹介しました。本当もう手のひらサイズで薄くて1センチか 1.5 センチぐらいの厚みで邪魔にもならないですし、接続するだけで承認されて、もう本当あとは携帯スマホでテザリングしてつなげるだけでスマホで使えるような機能がほとんど使えるので、誰かをお迎えに行って待ってる時とかに映画とか見たいものを見て待っとくのもいいのかなと思います。今はタイプ A で接続したんですけども、この後おまけでは、今タイプ A をつないだんですけども、タイプ C の車でもつなげてみてどんな感じかも見てみたいと思います。このアトトさんのカーウェーブワイヤレス車載スマートボックスの詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひ確認してみてください。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。はい、今度はちょっと乗用車に来ました。
ここにこの2つこれとこれがあるんで、これが USB の Type-C なんで、これについてたこのType-C を接続していきます。ここにつけて、もう片方をこれですね、アトトさんのここに取り付けます。ここが緑でこれでついて、でこれでここの表示が CB6 っていうのがこのアトトさんのやつですねの CB6 がカープレイに接続します。でこれでカープレイ利用で、ちょっと今再起動してます。設定をしたら、ここで Wi-Fi ついてるんで、おそらく無線 LAN これで僕の携帯とテザリングができてるのを押して、またピッと今度はちょっと Amazon プライムビデオをちょっと押してみて、はい、こんな感じで Amazon プライムビデオもつきました。でこれで例えばはいこんな感じで動画が見れます。これで押してで他のやつが見れたりとか。あれ、なんか急に腹が減った。はい、こんな感じでアマプラも見れたり、先ほど軽トラで見てもらったように、ネットフリックス見れたりとか、こんな感じで中にもいっぱいアプリが入ってるので、なんか Chrome で調べたりとか、調べることはないと思うんですけど、とりあえずメインは多分こうやって YouTube 見たり、アマプラですね。そうですね。Amazon プライムビデオ見れたりとか、Netflix 見たりとかできるので、本当待ち合わせしてちょっと時間かかるかなと思ったら車で好きな動画とか映画とか見たりできるので、最近の携帯で6.7 インチとかもっとでかいやつは折りたたみのやつとかもあって、画質とかはそんなに問題ないと思うんですけど、やっぱり音とかもやっぱり車やと密室ちょっと静かなところでいい音で聞けたりするので、本当ちょっとちっちゃい自分だけの映画館的な感じで見れるのでいいかなと思います。ということでこんな感じで簡単に乗用車でもここの USB Type-C でも簡単につなげれて、こうやってここのこれやったらこういうポケットもあるんで、こうやってこんなところにも置けて簡単につなげれるので本当便利でおすすめかなと思います。ありがとうございました。